皆さんこんにちは。チーのグルメ旅。今回向かうのは中国青島。しかも今回はエコノミークラスにプラス3万円で人生初のビジネスクラスに乗ることができたので、移動の様子を動画にしました。成田空港の最新ラウンジの様子や座席の雰囲気、機内食も楽しみながら、成田からソウル、そしてソウルから青島への2路線ビジネスクラスのちょっと贅沢な空の旅。短距離路線でもビジネスクラスってどこまで快適なのか、実際乗る価値はあるのか、初めてのビジネスクラス搭乗機を皆さんにお届けします。まだ朝の6時なんで空港ガラガラですね。初めてのビジネスクラスよ。まずはチェックインをしに行きたいと思います。アシアナエアライン H カウンター、ここで一回 やるんじゃないかな。まずはチェックインをします。アシアナエアラインでパスポートのスキャン、手続きを行いますで確定します。なんかビジネスクラスって自分でやらなきゃいけなかった。もっといるもんかと思ってました。結構雑な感じでチケットが床に吐き出されてしまった。出発時刻2時間半前切ってるんですけど、なんかカウンターに誰もいなくてみんな立ち往生してる。職員の人が一人来た。2時間前オープンだったのかな、カウンター。チケット発見できたので今から荷物預けます。優先で、はい、ということで搭乗手続きが終わりましたので、これから出国手続きに向かいます。出国手続きもビジネスクラスだと優先レーンが使えるらしい。出国手続きのところは鬼混みしてますね。まだ開いてないの？もしかして7時にならないと開かないっていう感じ。ゴールドトラック優先レーンで、ここから中に並ばずにすぐ入れます。7時にならないと開かないんだよ。オープニングタイム7時ってなってる。出国手続きなんと5分で終わりました。早、全てが早すぎて、なんかビジネスとかパーソンっていう人ってこんなにいろんな手続きをさっと済まされてるんだなって感動してます。で、今日はラウンジも利用できるということで2つのラウンジが使えるよって教えてくれたんですね。アナのラウンジとターキッシュエアラインのラウンジが使えるっていうことだったんですけど、調べてみたところターキッシュエアラインの方が去年できたラウンジで新しくて綺麗ということで、今日はそちらに行ってみたいと思います。ターキッシュエアラインのラウンジはね、トルコ料理とかがなんか食べられるらしい。朝9時の便って始発なんだね、飛行機の。何にも空いてないし、何もこれはやばいね。こういう地図に丸をつけてくれて、こことここのラウンジが使えますよって言って、で搭乗ゲートまでは5分で行けますからねっていう風に教えてくれました。ここにユナイテッドラウンジもあるんですけど、オープンが8時45分で搭乗時間過ぎてるっていうことで、今日は2つから選ぶっていうことでした。まだ空港誰もいないわ。ということで今は朝の7時半、成田空港にいるんですけれども、今回人生で初めてビジネスクラスに乗って青島に行くことになりました。で、なんでねそうなったかっていうお話をちょっとしたいんですけれども、もともと青島に行くって決まったのが結構近々だったんですね。で、航空券を調べたらやっぱね、7月の半ばとか8月って結構高くなるんですよね。で、青島って直行便が一応出てはいるんですけども、羽田空港から青島まで出てて、アナで今日行く日にち調べたら19万円だったんですよ。これ片道料金です。で、高すぎてまずないなってなるじゃないですか。で、じゃあ乗り継ぎで行こうと思ってソウル乗り継ぎの便が多かったんですね。それで調べたらちゃんと預け荷物でついている金額で一番安かったのが4万円だったんですけれども、これがね LCC だったんですよ。だから片道料金って考えると結構高いなと思って、でその時トリップドットコムで調べてたんですね。そしたら下の方にちっちゃくラグジュアリーなビジネスクラスの体験をお得にみたいなボタンがあったんですよ。そのボタンを押してみたら7万1000円でビジネスクラスがあったんですね。ということは LCC で乗り継ぎで行って6時間ちょっとかかる時間が同じぐらいの時間でプラス3万円したら航空会社変わってビジネスクラスで行けるってなってたんですね。それだったら通常時よりも高い LCC に乗るよりも人生の体験として初めてビジネスクラスに乗ってみようじゃないかということで、今回はビジネスクラスに乗って青島へ向かうことになりました。ということで皆さんにお見せしたいと思います。昨日ワクワクしすぎて一睡もできなかった。すごいお腹も空いてるんでしっかり朝ごはんを食べましょう。ターキッシュラウンジは一番端っこにあります。4階エスカレーター動いてる。おお、ちょっと誰もいませんけども、こんなワクワク感丸出しのありがとうございます。すいません。おはようございます。
なんかめっちゃ綺麗。一番乗り。広っ。ちょっとこれすごいね。飛行機もめっちゃ近くに見えるやん。ラウンジの中はすごい広い。寝っ転がれるソファーもあります。お仕事ができるデスクもあります。礼拝をするお部屋もあります。シャワーも1人20分制ですごい清潔感ある感じで綺麗でした。なんかホテルの朝ごはんみたい。すごい。いろいろあるわ。トルコの卵料理を作ってもらえるみたい。せっかく来たからこのメネ麺を頼んでみようか。メネ麺を1つください。はい、ありがとうございます。ベルをもらいました。品揃えがちょっと豊富すぎてすごいね。ちょっと待って、寿司ある。トルコ風レンズ豆スープ、鶏そぼろおにぎり、和食とかもあるんだね。パンケーキめっちゃ美味しそうやん。ミニポテトロスティ、美味しそう。甘い系のパンもあったり、クロワッサンもあったり、マフィンもありますね。お酒の種類もめちゃくちゃたくさんある。ビールもハイネケン、あと日本酒とかもある。フレッシュジュースもある。ターキッシュティーだって。形面白い。これちょっと後で飲んでみましょう。ワッフルが作れる。ピデってトルコのピザみたいなやつ。これは8時半からだから今日は食べられない。残念。生ビールも飲める。朝だけどせっかくなんで飲んじゃいます。すごい。ではいろいろよそってきました。朝から盛りだくさん。いただきます。まずは超贅沢朝ビールです。乾杯。やばい、美味しい。せっかくだからまずトルコ料理から卵料理。味はもうついてる。チーズオムレツみたいな感じだ。なんか赤いから辛いかなと思ったけど全然辛くない。トマトの風味とちょっとハラペーニョが入ってて美味しい。次レンズ豆のスープです。ひよこ豆の味が美味しい。サーモンの寿司、和食もあってびっくり。口の中の粘土をすべて持っていった。鶏そぼろおにぎり。そぼろおにぎりなのに 0.1 秒後ぐらいにちょっとトルコが顔を出すっていうスパイスが加わったそぼろおにぎり。美味しい。薬味オムレツですって書いてあった。結構味が濃い。トマトとかあとなんかきのこ、結構塩がしっかりめに入ってチーズも入ってるオムレツです。トルコ風牛肉の煮込み、トルコの紅茶、色が濃いトルコ風牛肉煮込みって書いてありました。いただきます。カレーみたいな感じなのかな。これ一番美味しいです。牛肉がすごい柔らかくて薄くトマトの風味と玉ねぎの甘みがあってめっちゃ美味しい。ヨーグルト、ヨーグルトがすごく濃い。そろそろ登場時刻も近づいてきてますのでトルコ紅茶で締めます。すごい濃厚な茶葉の味がします。結構たくさん食べてお腹いっぱいになっちゃったんですけど、機内食食べれるかな。とりあえず搭乗ゲートに向かいます。今回チンタオまで乗り継ぎ便で利用する航空会社は成田からソウルまでがアシアナ航空、ソウルからチンタオまでが中国東方航空を利用します。どちらもフルサービスの航空会社なのでとっても楽しみです。失礼いたします。こちらご案内します。ありがとうございます。おお、こっちです。すごい。おお、広い。席はかなり広いです。席の間隔はかなりゆったりめ。今回乗車している機材が Airbus A330-300っていう機材だそうです。大型機材なのでビジネスクラス結構ゆったりしてますね。もう足が先まで届かないぐらいゆったりしてます。靴を入れられるところがあってアシアナエアラインのスリッパがあります。おー、スリッパふかふか系です。座席には機内食のメニューもありましてヘッドホンもあります。席間隔はかなりゆったりしてます。
隣り合わせの席なので2人で乗ったらなんか楽しい感じになってる。座席サイドには充電ができる USB ポートがついてます。バッグも引っ掛けられるようになってます。読書灯もあります。モニターは結構大きめです。ハリウッド新作アバターの最新見れますね。アバター見たいけど197分長すぎてもうソウルに着いてしまいます。飛びました。リクライニングのボタンを押してみたいと思います。じゃん、ほぼ寝れる。すごい。あったかいおしぼりが配られました。いろんな微調整もできるんです。ちょっと足を折り曲げたりピンってまっすぐにすることもできる。座席は自由自在だ。座席サイドにテーブルがあります。よいしょ。機内食は2種類ありまして、日本食と韓国食から選べるようになってます。日本食はメインが和風の牛肉巻きと豆腐の煮物、おかずにグリル野菜を添えたキヌアサラダで、あとあったかいパンとバター。韓国食の方はビビンバがメインになってまして、あとキムチとか漬物系のおかずとパックご飯全部混ぜでしょこれ。デザートも美味しそうじゃない。ナプキンが重厚感あります。飲み物もいろいろありまして、今回はちょっと背伸びしてシャンパン頼みました。空の上で乾杯。飛行機でお酒飲んだの人生で初めてだわ。いただきます。美味しいじゃない。めっちゃすき焼きの味がする。お肉も柔らかくてすごい美味しいです。なんといってもね、かなり熱々。これはもうすき焼き弁当ですね。牛肉の中にネギが入ってて、ネギとこのあんを絡めるともう味はすき焼きです。ちょっとこう豆腐があったり白滝があったり、機内食っていうレベルを超えた美味しさ。多分チンだからご飯はちょっとカキッとしてる和食なんだけど、サラダはめっちゃおしゃれな感じ。キヌアとかなんか表参道みたいな感じ。すごいなんかおしゃれな味がしますね。メインはめっちゃ和食なんだけど、なんかサラダとパンはすごい洋食みたいな、なんか和洋ミックスみたいになってます。パンも美味しい。ビビンバはナムルとかひき肉とかの中にあったかいご飯を入れて混ぜて食べるんだね。ごま油とコチュジャンを入れて混ぜます。全部入れます。結構量多い。ごま油を入れます。コチュジャン全部入れないよね。ちょっと多いよね。こんなもんで混ぜます。静かに混ぜないと。ラグジュアリーな気持ちになってる。こんなに広いんだ。かなり広い。大型機って書いてあったからどんなもんかなと思ったけど、全然2時間じゃなくて5、6時間ぐらい乗ってたいんですけど、もうご飯食べ終わったらあと1時間もないんじゃないか。ビビンバも食べます。結構コチュジャンがしっかりめに辛くて美味しい。機内食って考えたらかなりクオリティ高いと思います。いろんな野菜の食感が一気に口の中に入ってきてすごい楽しい。海苔がついてきたんでね、巻いて食べます。ビビンバの方にはスープもついてきました。何のスープなの？ちょっと甘めのお味噌汁みたいなチゲですね。デザートです。めっちゃ甘いんだけど、この梅超うまい。結構量多くてお腹いっぱい。こ
ごちそうさまでした。あと1時間ぐらいなんですけれども、リクライニングしてゆっくり休みます。マックスまで座席を伸ばすと、このような形でもう足はかなりまっすぐの状態。ベッドに横になっているのと同じ状態になれます。めっちゃ一瞬でもう着陸です。あっという間にソウルに到着しました。降りてここから乗り継ぎをします。なんて快適なんだと思ったのに、すぐ降りる時間になっちゃった。韓国へようこそって書いてある。韓国から賃貸の乗り継ぎは、荷物はもうそのまま届けてくれるっていうことで、スルーバゲージできて、で、しかもそのまま入国審査とかももう一回しなくてもいいみたいです。トランジットの方に向かって乗り継ぎ便に行きます。結構中国の乗り継ぎ便だと一回荷物を取って降ろされるっていう話だったんですけど、今回はそんなことなかったですね。すごい。今、インチョン空港のターミナル2にいるんですけど、ターミナル1に行かないといけないんですね。ターミナル1までシャトルって出てますけど。あ、パスポート、ちょっとストップ。搭乗ゲートに行って新しいチケット発行してもらってくださいって言ってたね。乗り継ぎゲートがすごい近未来感があるわ。あ、電車だ。うん。すごいちっちゃい電車。1号車しかない。101から132ってなってるもん。で、これか。なんか楽しいよね、トランスファー。ここですわ。エスカレーター登ってすぐ。左側は南方航空。私たちが今回乗るのは東方航空。乗り継ぎカウンターがあるんだね、ちゃんと。乗り換えの手続きも終わりまして、今度は中国東方航空のビジネスラウンジを利用できるみたいなので行きたいと思います。その中国東方航空のビジネスラウンジが使えますっていう。プライオリティパスじゃさ、入れないところだから。ありました。どうですか？なんかちょっと錆び出た感じしない？ちょっとなんか、つけました。なんか薄暗いね。席もなんか空いてないし。席ないって言った今。席が空いてなかったので予約の人が座れるスペースに通してもらいました。急にラグジュアリー。なんか BGM が突如流れて、ホタルの光が流れてるんですよ。ラウンジには何があるかな。ソフトドリンク系が一通りあって、お酒はパッと見た感じはないですね。簡単につまめるスナック系がいろいろあります。軽食はサンドイッチがありますね。 BLT サンドみたいなやつとチーズサンドみたいなやつ。デザート系はフルーツが何種類かありますね。ライブキッチンとかはないんですけど、インスタント系がいろいろあります。こっちにカップ麺がありますね。あとカップスープとパンが2種類。中国東方航空の VIP ラウンジだから中華のなんか料理とかライブキッチンとかあんのかなと思ったら何にもない。トイレも壊れてて使えないっていう感じだったんで、ちょっとこの隣にプライオリティパスで入れるラウンジがあるんで、そっちに移動しようと思います。あるのよ、あっちにスカイハブラウンジ入れるんですよ。こちらです。スカイハブラウンジ行ってみよう。ああ、これもう活気が違うわ。全然あったかいもんもあるし、ちょっと寝れないけど、こっちはラウンジの雰囲気もポップなカフェみたいな作りで可愛いです。お酒もたくさんありますね。生ビールもあるし、韓国ならではマッコリもあります。樽に入ったソジュもある。コーヒーも飲めるし、フレッシュジュースもアップルとグレープフルーツあります。わあ、面白い。韓国おでんがあったり、たこ焼きとか韓国の天ぷら、トッポギがあります。ヤンニョムチキンみたいなのもある。サラダ系もいろいろあって、すごいね、種類たくさんあります。ミニたい焼きとかもあったり、韓国のお菓子ヤッカもあります。これ私大好き。まだあるよ。こっちではオリジナルビビンバが作れるコーナーになってたりとか、キムチなんかもありますね。セルフでヌードルを作れるコーナーもあったりとか、牛わかめスープ美味しそう。辛ラーメンもあります。予想外にラウンジで韓国を感じられることになって嬉しいです。ビール乾杯。うまい。韓国のケリービールも美味しいですよね。おでん、ピリッと辛いし、でも甘さもくるし、韓国の市場で買うやつと同じ感じ。トッポギです。もっちもち。わかめスープ。
おー飲んだ瞬間に海が広がったわ今。韓国といえば辛ラーメン。あれもどこで食べてもうまい。薬価です。これめっちゃ好き。じゃあゲートに行きます。ソウルからチンタオまでの機材はエアバス A320 っていう機材で中型機なので、さっきよりもちっちゃい飛行機になります。ただなんか軽食も出るっていうことなので楽しみです。まだまだ全然食べられる席がね、ビジネスクラスがすごい少ないみたいで、なんかもう予約取った時点で隣に取れなかったんですよね。Finally, we would like to invite all remaining passengers to board. Wish you a pleasant flight. 窓際同士、要は7、だからこう横、だからその通路側取った人が2人でいるっていう感じや。さっきに比べるとフルフラットみたいにはならない。こんにちは。Thank you、ありがとうございます。さっきと同じ窓際の席です。ふかふかの枕がありました。スリッパもすぐ渡してくれました。座席の広さはさっきよりは広くないけど、足まっすぐ伸ばしても大丈夫なぐらいには広いです。モニターもちゃんとついてますね。しかも結構大きい。飛行機乗ってすぐにまたあったかいおしぼりを出してもらいました。お水かオレンジジュースかどうぞっていうことでお水もらいました。ソウルインチョンからチントンまでは約1時間半で到着します。座席のリクライニングはボタンを押して後ろに倒すタイプの原始的なやつですね。モニターでは映画かテレビが見られるようになってます。映画は基本英語って感じかな。なんか安全映像も壮大だな。座席にドリンクメニューが置かれてました。中を見るといろいろあるんだけど、特に私が気になったのは中国東方航空のお茶があるみたい。これちょっと後で頼んでみようと思います。ちなみにお酒も赤ワイン、白ワイン、ビールと飲めます。座席を倒してみたいと思います。よいしょ。ほんと気持ちちょっとこれぐらい後ろに行くなっていう感じです。テーブルは座席のサイドに折りたたんで入ってます。広げて大きく使うこともできるし、半分のまま使うこともできます。機内の揺れが収まったら温かいお茶出してもらいました。中国東方航空のお茶。カップの底にお茶っ葉が敷き詰まってて、そこにお湯を入れたらお茶が抽出されてくるっていう感じ。めっちゃ優しい味の緑茶ですね。すごい美味しい。軽食出てきました。お弁当箱みたいのに入ってますね。中を開けたらまずパンです。バナナ、牛乳かな、味付け卵、めっちゃ可愛いちっちゃいソーセージ、スナック菓子みたいのも入ってます。ミルクパンって感じですね。ほんのり甘い。これ飲むヨーグルトですね。卵。これ美味しい。なんかほんのりお茶っぽい味がするような。なんか醤油っていう感じではないです。ソーセージ。ちょっと苦手かなと思ったけど、食べたら意外と美味しい。スナック菓子。海苔味って書いてありました。甘い海苔味のビスケットって感じ。すごい不思議だ。遠足のお弁当みたいな感じで3時のおやつにちょうどいい軽食でした。もうすぐチンタオに着きます。チンタオ着いた。なんか空港の中の感じだと涼しい予感、心地いい感じの気温ですけども、中国入国するときは今事前にオンラインで登録が必要になってますので、やってくるようにしてください。忘れても空港でこういうところで手続きすることはできます。すごいプライオリティだと出てくるのもめっちゃ早いんだね。快適でした。ちょっと長いかなと思ったけど案外あっさり着きましたね。チンタオっぽい
モニュメント的な。DD 乗り場、ちょっと分かりづらいんですけれども、空港から2階に上がって、そこからさらにぐるっと回ると、中央ですね、まっすぐ行ける道があるので、そこから進んでいく形になります。別棟に行くんですね。まっすぐ進むと、またエスカレーターがありまして、そこを登ると、DD のピックアップポイントがあるんですね。あ、涼しい。DD ポイント左ですね。DD 乗り場はどこの都市に行ってもこのオレンジの色で統一されているのですぐにわかる。ピックアップポイントに A1 とか B1 とか番号が付けてあるので、今私はここにいるよっていうのを写真付きで運転手の人に送るとどこにいるかわかるのでいいと思います。DD に乗れました。車内がなんかすっごい可愛い。こういう DD に当たったのは初めてです。今回最初に滞在するのが、タイドン歩行街っていう若者が集まる賑やかな歩行街のところに行くんですけれども、そこまで空港から約1時間53キロ101元でした。思ったよりは結構安いですね。相乗りタクシーが49元だったので、2人以上いるなら DD 呼ぶのも全然ありなんじゃないかなと思います。もちろん地下鉄っていう移動手段もあるので、地下鉄が一番安いんですけど、乗り換えもあるし、荷物も多い人は車で向かう方が楽なのでいいんじゃないかなと思います。初めてビジネスクラスに乗った感想をちょっと話したいと思います。いや、本当に良かったですね。ただ向かうだけじゃなくって、なんかチンタオに到着するまでに軽く旅行したような気分になるくらい、とっても初体験乗ってみて良かったです。で、今回成田空港からチンタオまで乗り継ぎで7万円でビジネスクラス、結構激安値なんで来れたんですけれども、価格的にはすごいコスパ良かったと思います。またこれぐらいで来れるんだったら乗ってみたいなって思うぐらいには、もうかなり大満喫できました。皆さんもトリップドットコムのちっちゃいボタン、あそこにたまーに本当にお得情報で安くビジネスクラス乗れるかもしれないんで、ぜひ見てみてください。今日から宿泊するホテルは、チンダオイーソスホテルです。タイトン歩行街から徒歩2、3分のところにあるかなりアクセスのいいホテルになってまして、2024年にできたまだ新しいホテルということで予約してみました。なんか紅茶美味しい。なんだこの水筒。予約したプランに生ビール無料で2杯くれるって。どうぞ。目の前です。土正面の部屋ですね。今日泊まるお部屋は6階の05号室です。広いし綺麗。こちらのお部屋1泊1部屋1万2000円で予約が取れました。1人6000円で朝ごはんとあとビールもついてましたね。ベッドは比較的固めのタイプですね。ベッドの正面にかなり大きなテレビが埋め込んであります。ちょこっと座って作業ができるようなデスクもありまして、可愛い電気ケトルとお水は2本無料で置いてあるんですけど、追加でももらえるらしいです。コーヒーがありまして、おしゃれな緑茶と紅茶もあります。飲めるカップもある。リビングのすぐ横が洗面所になっています。大理石調でおしゃれな作り。スイッチを押すとライトがつきます。女優鏡もあります。ハンドウォッシュとボディローションは備え付けであります。アメニティもなんかおしゃれじゃない？一通り全部あるタイプですね。スリッパもふかふか系です。風量が強めのドライヤーもあります。荷物置き場も広々してます。洋服もたくさんかけられる。バスローブもあります。体重計もある。冷蔵庫の中にはいろいろ入ってるんですけれども、これも無料。すごいね。トイレ広いしめちゃくちゃ綺麗。シャワールームも結構広々空間になってまして、手持ちのタイプと上から浴びられるタイプがあります。シャンプー、コンディショナー、シャワージェルが備え付けであります。両方から出てきちゃったけど水圧めっちゃ強いです。眺望ですね。シティビューですけど、思ったよりも高層ビルが目の前にないので開けてますね。特典でもらった券で生ビールもらいたいと思います。ビールの種類決まってて、フレッシュビアか味がついたフルーツビアってことだったんですけど、せっかくなんでこれをもらいます。美味しそう。すごい豪快だ。じゃじゃーん。乾杯。超強炭酸。普通の中国でよくある瓶ビールよりも味が濃いですね。うまい。いやー、いい気候ですわ。なんでもわっとしてないの？びっくりなんだけど。涼しい。
ホテルの朝ごはんを食べに来ました。朝食会場はかなり広め。レモンジュースとオレンジジュース、紅茶があって、コーヒー類も飲めるようになってます。さつまいも入りのおかゆと泡のおかゆ、わかめと卵のスープと、豆腐にはいろいろトッピングできるようになってる。あったかい豆乳もあります。ちょっとした菓子パンなんかもあります。中国っぽいものもありまして、揚げた豚肉とか、これはナゲットですね。めっちゃ大きなソーセージ、揚げパンに餃子だよね。あと目玉焼きがあります。麺は3種類ライブキッチンで作ってくれるみたいです。チャーハンと焼き麺もあります。チンタオらしいあさりと、あとゆで卵ですね。朝ごはんビュッフェにエビがある。蒸しパンもあります。ミニ肉まん。綺麗だし、種類もたくさんあっていい感じですね。ということでいただきます。麺から食べようね。味付けはね、自分でするタイプだったんで、ちょっと適当に入れました。あ、美味しい美味しい。米麺。うん。もちもちしてて美味しい。蒸したて肉まん。うん。これ美味しいね。